じゃあ F4B いきます。作ってる F4E 終わってねえんじゃねえの。終わってないです。ちょうどね今ウェザリングの真ん中ですね。真ん中ってほぼ終わりなんですけど、油絵の具でやってるんでちょっと乾燥させないとその上にまたレイヤーかけられないですよ。なのでもうこれ手つけちゃいます。手つけちゃったってとりあえずコックピット近辺ですね。とりあえずまずこれくっつけちゃうか。そう予定ではね、いきなりこの1番のところで左右塗ってくださいよということなんですけど、この辺りのカラーはもうこの辺り使うんで、この辺の内側ね、とりあえずこの形に持っていこうと思います。この形にね。でちょっと考えてることあって、どんな感じで作っていこうかって部分ですね。工程をちょっと変えようと思いまして、ユニットっていうかなんていうのかな、アセンブリーごとでね、ある程度組み上げて、塗装に影響ない範囲で組み立てて、でまとめて塗装しちゃおうかと。必然的に筆塗りの部分がちょこちょことは出るんですけど、それは普通なんで、だからそういう組み方をちょっとしていこうと思います。なんで今までだったらある程度のパートを組み立てて塗装してってやってたじゃないですか。そこからちょっと外れるんで、全般に細かい部分の組み立てがまとまってくると思いますが、そのあたりもしかしたら今回から次の回、その次の回が、ちょっと退屈な動画になるかもしれないです。いつも退屈かランナーの形とか見てもプラスチックを本当なるべく使わないように設計してるのかな。こんなところにこう微妙なくぼみがあるんですよ。でパーツも昔のって俺の昔ってもう30年以上前だからね。キットよりも多分薄いと思います。主翼なんかもすごく薄かったですよね。もうすごく薄いなって感じがするんで、極力サフェーサーですね。光がこう透けて見えちゃうんで、サフェーサーの利用は強く推奨します。Q プローブは伸ばさないんで、これくっつけちゃっていいかな。あと左右胴体もくっつけなきゃいけないパネルがちょこちょことあるんで、それも接着しちゃっていいっしょ。ただ今のこのゲートはもうちょっと綺麗にここね削りすぎるとパネルラインが太くなっちゃいますから、
この上ですね、ここにも接着剤のせないといけなかったね。まあ流し込みでもいいですけどね。だから乗せるんならこことここ、もう裏側の穴から流し込みでこの部品はちょっと上にねゲートがあるんで、そこはきれいに成形してやらないと余分なスイッチが上にあるみたいな感じになっちゃいますから。ね、これも裏から流し込みでしょ。組み上げて壁作ってから塗れないんで、これは塗ってから組み立てる。だからこのセンターのコンソールかな、これは組んじゃっていいね。ただこっちには乗せられない。こういうことだから、まあ例のやっぱり立体的な塗り方をどういう順序で塗ろうかなって今考えてるんですけどね。サフェサ黒サフを塗るタイミング、黒サフを塗ってからグレーを塗って、でこれを外してパネルの黒を塗るでやってみますか。仮に仮止めしてね。これをちょっとテープで留めておきます。とりあえずコックピットはこんな感じですね。まあこれに塗装、まあこのまま塗装はしないですよ。まあこんな感じです。で、通常であれば、胴体の左右のコックピットの部分を色を塗って、これも一旦ばらして色を塗って、で取り付けて、取り付けるのは早いか。でそれから次のキャップ収納庫のパートですかに行くんですけど、ちょっと工程を変えます。やっぱりね、ユニットごとでも組んじゃおうかなと思って。だからまあインストの通りだったらば色を塗りながら進めるんですけどもね。これは置いておいて、次の工程の客収納庫に移ります。これはまず接着をしちゃいます。こいつはね、過去このファントム、今回タミヤのこのキットでやってないですけど、仮組みの動画もねちょこちょことやってたんですけど、
接着しなきゃこう進んでいかないとこもどうしてもあるんで、中途半端な仮組みになっちゃってましたけど、仮組みの動画上げるときにもうこれ組みながら今後やったらどうなのかなって気がして、まあそれは分かんないですけどね、将来の話だから。まあ、今回もこれ思いつきでやってるので何とも言えないですけど、隠れないなということはこことここに押し出しピンの跡が出ちゃう。ただ非常に浅いんでこれを気にするかしないか。確かにあれですよ、スミレやった時にね、ここ丸いのがポンポンと出てきちゃうんで消しますかね。まあこれはトキパテを乗っけとけば消えるでしょう乗っけておけば消えるでしょうっていうか、スタートはまあ反効果でシナで浮くぐらいで目立たなくなると思います。その程度の押し出しピンですね。あとこれはさすがにこの箱状にしちゃうと横の側塗り分けるところがあるんでそれができなくなっちゃいますから、これは塗装はとりあえず仮に置いて、で塗装して外して細かいところ塗ってっていう方向でいきます。ここに開いちゃっていいのかな、開いちゃっていいのかなというか、開きますね絶対。弓なりになってるから開いて間違いではないですねこうだ。めっちゃかっちりしてるわ。こうやっても落ちないもの。シャフトが太いから取り付けの。すげえな。ちょっと組みにくいところあると、例えばさっきのエンジンのパーツの角度かな。後ろの浅いピンが見えにくいですね。主翼はいっぱい穴を開けないといけないです。どれだけやらなきゃいけないかというと、こんな感じですね。これ全部穴です。結構ありますね。で、僕の犯してしまった失敗わかるかな。燃料弁当こっちはありますね。燃料弁当ゲートと間違えて切っちゃいました。まあこれぐらいならばね、伸ばしランナー削り出すと作れますから。主脚収納庫ですね。まあ多分大丈夫かなと思って。まあ主脚収納庫を構成している部品組むとこんな感じですね。まあ、この状態でいつも塗ってるんで、
黒から白ってね、まあ塗れるでしょうね。このインテークですね、補助、まあエアドアって言ってますけどね、このタンクみたいなパーツ、これは別パーツです。これは接着しちゃいました。同じ色だから。ただ、これは色が違うんですよ。これは別に塗ります。忘れないようにしなきゃいけないな。この一回組めばね、とってことないですよ。最初一発目はって感じちゃうんですけど、スチャスチャっと収まっていくんで、もうパーツの両側に足がねそれぞれ出てるので、それを穴に入れていくだけです。でこれ流し込み接着剤塗ってやれば浮いてるといけないんでね、こう押さえてやって、浮いてると多分主翼の上のパーツがつかないですから。インテークのあれです、中のストーカーもくっつけちゃいます。ストーカーになるのかな、中のセンサーだけよく覚えてねえや。これも後でね筆で塗れば、このラメアインテークくっつけても多分塗装はできると思います。一応この中これぐらいの合わせ目にはなるんですけど、色塗った後この隙間は見えなくなるのかな。見えるのかな、見えないのかなってとこです。気になるようならこの段階でインテーク弁つけなければカテで修正できますから、そのインテーク弁なんですけど、ここの合わせ目も消えるんでいいんですけど、多分ね、ここの奥、かなり神経質の話になるんですよ。ここの合わせ目は多分ないと思うんですよ、確か。これはパテで消した方がいいですね。これをつけない状態で、ここの合わせ目をなんとか消してやると。これも奥まったとこなんで、トキパテでシナでこう拭き取るような感じになるのかな。下は特に気にならないですね。パネルラインになるのか、多分パネルラインになると。やはりストーカー塗りにくくなるんで、これはまだつけないでおきます。この状態でここを塗らないとダメですね。スタビライザーも
んじゃいますね。まあ別々に塗るって手もあるかもしれないけれども、これは水平尾翼スタビライザーがくっつく、根元の部品ですね。胴体後部で、このパートで車のプラモによく出てくるポリキャップですね。ポリキャップを仕込んで、仕込んでて、これキット付属のポリキャップ、多分スタビライザーが動くってことでしょうね。上下にこうなるのかね。なるほど。裏側にこうくぼみがあるんで、そこに収まる感じですよね。これはどうしようかな。というのは胴体後部の、無塗装の部分ですね、なるんですけど、これをこうくっつけるっちゅうことは、胴体にね、一緒に塗りたい、胴体後部、胴体と一緒に塗りたいという場合に、これをくっつけるということは、当然スタビライザーもついてきちゃう。いや、これはこれで別で塗った方がいいな、多分。分かりにくいかな。こう向かってここがこうなるとで、やっぱり確かにね、塗装後に接着しても多分気にならない程度の隙間だと思うんですよね。これで進めるしかないかな。時々ね、隙間大きいかなと思うパーツもあることある。今取り付けたここの部分がちょっとこれは目立ちそうなんで、これまた奥パテでごまかしてやればいいのかなと思いますけど、明らかにここのラインは塗装後になってしまうんで、
これは消せないです。ただもう分かんないでしょ、完成する。すっごいなと思って、ここのこれ分かりますかね、ここら辺のこの影の感じ、この波打ってるっていうね、すごいな。この実機でこうなってるかどうかは分かんないですけど、くぼんで膨らんでっていうか、一旦ダブル型になってるってことですよね。ここが浅く波打ってる。こんなとこも再現してるんですけど、実機でそうなってるかは分かんないです。ジェットノズルのパーツですね。でノズルの本体、こう開いたり閉じたりするとこね、6枚の構成なんですけど、両側にちっちゃなゲートがあります。ゲートがね。でこのゲートは取ってやるんですけど、どっちだっけ、ちょっとね表側に回ってるのがあるんですよ。それはもうナイフで切ってやればいいのかな。どれだっけな。こんな感じですね。ここだけ落としちゃ表に残りますから、こっちからもちょっとだけカットしてやってスラにしてやらないといけないです。そんな大したあれではないんですけどね。やっぱこの角を折っちゃわないように気をつけましょう。でね、こういうゲートを落とすときにこのパーツはまだっていうか、こっちかな、表側から見てこうナイフを入れていった方が直線は出ると思うんですよ。キットのパーツの直線の延長でこう刃を入れていく。でこれほら表側に出てますよね。で裏側も斜めなんで、ここちゃんと落としとかないとこう合いますからね。ゲートが残ってると隙間が出ちゃいますから。今これ接着まだしてないですよ。仮にこう差し込んできましたら結構大変かもしれない。でやっぱりほんのわずかでも気ぃつけてね、ゲート落としたと思うんですが、ほんのちょっと残ってるとこやっぱりこう隙間があってゲートが見えるという感じです。ここは綺麗にいってる。
2箇所ぐらいあるかな。でこれギュッと押し込んだんで逆に抜けないぐらいね、いや抜けないぐらいになっちゃったかな。大丈夫、こんな感じですよ。見えなくなるところなんで、どれか分かんなくなっちゃったな。かといってね、削りすぎてもいけないのでね。こんな感じで蒸していくんですけどね。レジンキットでも作ってるようなレジンのアフターパーツでも組み立ててるような感覚ですよ。でこの最後の1枚をガツンと入れると動かなくなります。こういう浮いてるのがないように、ここからキュッキュッと押してやれば入りますから、綺麗に収めたと思います。これは内側は、前から後ろから塗ってやればこう回しながらね塗れるでしょう。これぐらいの奥行きしかないですからね。チャージャーズの場合、半分黒なのかな、黒にフラットブラックになるんですけど、マスキングして塗りゃ、筆塗りでもいいか。そろそろね見えてきたんで、一旦ここまで刈り組んだのをバラバラにしちゃいます。なんとなくが見えてきたんでね。で主翼は主翼でワンパートだから、主翼はあれですね、この中を塗ってからこの形にして接着しちゃうと。でここはこの状態で塗れます。多分ね、ここに最初のケーブル入れないといけないな。いいや。じゃあ次回は、残りの部分のユニットの組み立てどうなるのかな。とりあえず今この辺りまで来ました。29番あたりですね。で次回はランディングギアとか、細かいの接着できるところあると思うんでね、そのあたりをお送りします。で多分ね最後までいっちゃえると思います。接着関係に関しては、組み立て関係、組み立てたってね、細かい部分の組み立てに関しては。では本日はここまでです。それではまた。